僕が初心者の方、初めてポリッシャーを買う方の1台目におすすめしたいのは、WC ワークス TV。いつも WC ワークス TV をご覧いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。Hi guys, it's WC. Thanks for watching my video. このチャンネルでは誰でも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。いくぞ New Web 予算、ウエストかな。はい、ということで、今回はですね、僕がですね、視聴者の方からいただく質問の中で多いのが、道具にですね、関する質問が多いです。比較的ですね、初心者の方で、僕の動画がきっかけで、宮城にね、興味を持っていただいて、で、道具買おうと思うんですけど、どういうものを買ったらいいですかみたいなね、ご質問いただくことが多いです。ありがとうございます。なので、今回からですね、3本、番外編を入れると4本ですね、に分けて、特にですね、初心者の方、これから初めて宮城のですね、道具を買う方に向けた、道具のですね、解説の動画を改めてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。で、道具に関する動画はですね、以前にも上げてまして、ありがたいことにですね、再生回数もそこそこ伸びてたと思うんですけど、やるじゃないか。あの動画は3年前、2年前ぐらいの動画で、結構古いですし、僕の中でですね、新しくアップデートされた情報っていうのもあるので、今回改めてですね、お送りしていきたいと思います。いくぞ。で、あくまでも初心者の方に向けての動画なので、分かりやすいように、かなりですね、ざっくりとした、だいぶかいつまんだですね、感じでお話をしようと思ってますので、ちょっとね、宮城に詳しい方とかだと、ちょっとそこ説明足りないんじゃないのとか、もうちょっとそこ詳しくした方がいいっていうのあると思うんですけど、ちょっとですね、そこを多めに見ていただいて、ざっくりとしたね、ところ、これだけ押さえておけば大丈夫っていうようなところをお伝えできればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Let's get started. ということで、まず1本目、今日はですね、ポリッシャー編ということで、ポリッシャーについてね、選び方のポイントというかコツ、基準みたいなのをお伝えしていこうかなと思うんですが、まず最初にですね、お伝えしておきたいのは、ポリッシャーですね、いろんな種類のポリッシャーがありますし、値段もね、それぞれバラバラです。ただ、一つだけ言えることは、1台のポリッシャーで、全部の研磨ですね、すべての磨き、研磨レンジとか言ったりもするんですけど、をカバーするのは無理です。こんなはずでは。これはね、まず最初にお伝えしておきたいと思います。ポリッシャーによって、適材適所じゃないですけど、できることとできないこと。こっちのポリッシャーではできないけど、こっちのポリッシャーではできること。逆に、こっちのポリッシャーではできないけど、こっちのポリッシャーではできることっていうのがあるので、そこをですね、まず押さえておいていただきたいと思います。なので、最終的にですね、もっと磨きを深くですね、追い求めていって、もっとしっかり、職人レベルじゃないけど、ぐらいまでやろうと思えば、本当は2台3台ね、あった方がいいんですけど、その中でも、初めてのね、方が選ぶにふさわしい1台っていうのはあるので、それをね、紹介していきたいと思います。まずですね、ポリッシャーなんですが、大きく分けて3種類ね、あります。で、それが、シングルアクション、ギアアクション、ダブルアクションという、この3つのポリッシャーなんですが、まずですね、1つ目、シングルアクションについてなんですけど、このポリッシャーはですね、僕が動画で出してるやつだと、コンパクトツールの、C の201とかですかね、になるんですが、このポリッシャーをですね、ざっくり3段階の評価で表すと、研磨力は3ですね。一番パワーがあります。で、価格は2ぐらいかな。そこまで高くもないし、かといってめちゃめちゃ安くもない。多分2万3万ぐらいでね、売ってるとは思います。で、使いやすさなんですが、これは1です。一番低い。ってことは、使いにくいってことですね。使うのが難しい。っていう風なポリッシャーになります。で、シングルはですね、
結論から先に言ってしまうと、シングルは初心者の方が初めて買うポリッシャー、1台目のポリッシャーとしては選択肢から外してもいいとね、僕は思ってます。こんなはずでは。で、理由は単純にですね、敷居が高すぎるんですね。難しいと思います。シングルって、ものすごくパワーもあるんですけど、何よりこう難しいので、初めてね、ポリッシャーに触れる方が、わざわざそんなね、難しいポリッシャーから入る必要は全くないと思いますし、シングルを買ってしまったがゆえに、磨きがね、ものすごく難しいものだと思ってしまって、ちょっと諦めちゃうっていうふうなことにもつながりかねないので、そういった意味でもね、1台目に選ぶポリッシャーとしては、シングルを外していただいてもいいんじゃないかなと思います。よろしく頼む。次にですね、ギアアクションについてなんですけど、ギアはですね、僕の動画で出しているものだと、これもコンパクトの G の150かなになるんですけど、このポリッシャーの3段階の評価はですね、研磨力は2から3ぐらいですね。ある程度こう初期研磨から中間研磨ぐらいまではカバーできるようなね、ポリッシャーになってます。で、価格はこれもシングルと同じで2ですね。ただ若干シングルよりは高いですかね。多分3万4万ぐらい他のブランドのね、ポリッシャーも含めてするようなイメージですね。で、使いやすさなんですけど、これはですね、2ですね。シングルに比べるとかなりですね、使いやすいとは思います。ただ、このポリッシャーも1台目としては選択肢から外してもね、いいんじゃないかなと僕は思ってます。理由としては、若干ね、値段がするっていうことと、あとはですね、シングルに比べて簡単だとはいえ、これから話すダブルに比べると若干まだね、難しいので、それならギアじゃなくてダブルでもいいかなっていうふうにね、思います。ただ、2台目のね、ポリッシャーとしては全然ありだと思いますし、僕個人的にはギア結構好きなんで、2台目のね、選択肢には入れれるかなと思います。その辺は後でね、もうちょっと話していこうと思います。よろしくお願いします。で、最後にダブルアクションなんですけど、このポリッシャーはですね、僕の動画でいくとよく出しているのは、リョエルのね、RSE の1250だったり、あとは最近から使い始めているルペスですね、LHR の15。このあたりがね、ダブルアクションになるわけですが、このポリッシャーのね、3段階で表すと、研磨力は1から3です。で、価格も1から3。で、使いやすさは1から2っていうところです。で、どういうことか。ダブルアクションですね。一口にダブルアクションといっても、いろんなね、種類があります。なので、モデルによってですね、この初期研磨、粗い磨きですよね。向けのモデルもあれば、繊細な最後の方の仕上げの磨き向きのモデルもあると。で、価格もですね、モデルによってですね、かなり値段ばらつきあります。ただ、使い方に関しては、ベースとなる機構っていうのはダブルアクションっていうことで同じなので、基本的には使いやすい。ただパワーがあるモデルになってくると、若干ラフ目とかも出たりするので、1から2ぐらいかなというところになってます。で、僕が初心者の方、初めてポリッシャーを買う方の1台目におすすめしたいのは、ダブルアクション、になります。で、その中でも、具体的なモデルとしては、両備のね、RSE の1250。あと似たようなモデルだと、ボッシュでもちょっと値段は違うけどあるかな。そのあたりの、比較的お値段はお買い得な方のダブルアクションですね。を1台目のポリッシャーにおすすめします。やるじゃないか。で、このポリッシャーの3段階のね、数字的なところでいくと、研磨力はもう1です。あまり見分けません。で、価格も1ですね。比較的買い求めやすい。やった。で、使いやすさは3です。ものすごく使いやすいです。初めての方でも使いやすい。やるじゃないか。でですね、なぜこのね、ポリッシャーを勧めるかっていうと、ものすごく使いやすいんですね。パワーがない分ですね、その、大きなミスをしたりっていう可能性がかなり低いので、そういった意味でも初めての触れるポリッシャーとしては、一番いいんじゃないかなと思ってます。詳細概要欄の方に貼っておきますので、よろしかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、僕が車磨きのポリッシャー初めての1台
におすすめしたいのは両尾の RSE の1250ということになります。で、1台目はね、この RSE の1250をおすすめをしてます。で、だんだんですね、磨きに慣れてくると、目がね、慣れてくるんですね。こう傷がちゃんと消せてるなとか、ここにこんな傷あるなとか、今まで見えてなかったものがよくね、見えるようになります。そこで、磨きに慣れてくると、今までは消せてると思ってた傷が消えてないなっていうことに気がつき始めたりするんですね。そうなってくると、もっとね、パワーのあるモデルを購入するのをね、検討してもいいかなと思います。で、そうなった時に候補に上がってくるのが、ルペスのね、パワーのあるモデルですよね。ビッグフットの15だったり21っていうモデル。僕の動画でも何回か出してますが、その辺を2台目に購入の候補に入れてくると。ただ、何回も言ってますけど、ルペス高いんで、多分ね、6万とか7万ぐらいするので、そうなってくると、その代わりに挙げられるのが、くらえ2つ目に紹介したギアアクションなんですね。このギアアクションも、若干ね、効率っていう的な部分ではルペスには劣りますが、しっかりね、磨けますので、2台目にね、ルペスを買いたいけど、ちょっと高いなっていう方は、ギアアクションをね、候補に入れられてもいいかなと思います。よろしく頼む。はい、ということで、今回は、まずポリッシャーですね、についてのお話でしたけど、次の動画では、バフですね。バフについてのお話をしていきますので、ぜひですね、次の動画もチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問や問い合わせ等は SNS の方からでも受付しておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。シェイ。4本撮りやからな。で、そこそこ多分視聴回数も再生回数そこそこで、だからこっちのポリッシャーではできてもできないこと。逆にこっちのポリッシャーでできないけど、違う。まずですね、ポリッシャーなんですが、大きく分けて、これ4やな。ちょっと諦めちゃうっていうふうなことにもつながる。何だっけ。で、使いやすさは、で、磨きをこんなものだよと。ちゃうな。ルペスにもですね、ちょっとその仕上げ寄りですね、オービット、これ難しいかな。